こんにちは。お元気ですか？今日は6月27日の土曜日ですね。約1週間ぶりの配信になるんですけれども、本当はね、週の中日、火曜日とか水曜日にも1回アップするっていうペースでやりたいんですけれども、なんかね、ここ1週間またちょっとやる気が出なくてね、週の中日はスルーしてしまいました。でもね、今後やっぱりね、週1配信じゃなくて、週2回ぐらいは、ちょっとアップした方がいいなと思ったので、今後はちょっとなんかこう気分が乗らなくても、内容がグダグダだったり、内容自体が全くない内容だったとしても、とりあえずあげようかななんて思ったりしました。ご存知のようにね、私はこう全然こう365日全く人間に合わない生活をしているので、スーパーのレジくらいでしかね、人と話す機会がないんですよ。クレジットカードでお願いしますとか、エディでお願いしますとかね、それくらいしか言葉を発する機会がないんですね。なので、やっぱりね、このメンタルヘルス的なものとか、あとはちょっと脳みそが衰えるっていうかね、この言語やのあたりとかね、そういうのも考えると、とにかく内容なんかどうでもいいから、喋る相手がいなくて一方的にこうやってね喋ってるだけでもなんかね週に2回ぐらいは言葉を発する喋った方がいいなっていうふうに思いました。この喋ってるこの口とか喉の筋肉とかもねやばくなっちゃうんじゃないかなと思って、あとはこう今でもすでになんですけども、とにかく言葉が出てこないですね。こう、やっぱり人と人とで会話とかしてたら、結構いろんなボキャブラリーみたいのがね、自然にこう、定期的にいろんな言葉を浴びたり、こう自分の中から出てきたものじゃなくて、相手からも出てくるので、やっぱり自然にそういう、言葉が溜まってくるというかね、溜まってくるっていうか、自然にこう中にこう蓄積されてるもんだと思うんですよね。それがね本当に最近はね言葉の言い回しが出てこないっていうか、なんていうかね、英語を習いたての人が外国人と喋る時にこう言いたいんだけどこの言い回しが分かんないから、自分が持ってるボキャブラリーの単語の中ですごい簡単なことをこういくつかつなげて、なんとなくそれに近いことを言うみたいなねなんかねその感覚に似てるような気がしました。日本語で私本当に言葉が出てこないし、ちょうどいいなんだろう、単語が出てこないそれをなんとなくふわっとしたひらがなで言い回してるみたいなねそういうのが多くて、本当に私ちょっとね、脳の健康的な部分とか、あとは今現在のこのメンタルの部分とかも考えてね、ちょっと心配だなって思ったのもあって、とりあえず喋っていこうと思いましたね。こういったラジオ配信だったとしてもね。そんなことを思ったりしたんですけど、なんだろう、今回喋ることって、私がいつも喋ってることっていうのは、ここ数日前回の動画アップした日からその当日動画アップする日まで、つまり3、4日の間のことでなんとなくこう思ったことを話してるっていう感じなんですけれども、やっぱりね前回の動画で言ったように結構税金関係の支払いがこうドーンとこうダメージになってやる気がなくなったっていうかね、なんかこう体からこう力が抜けてうわーっていう脱力というかね、なんかそれでっていうのがあって、別にそれでねすごいダメージを受けて数日寝込んでたとかね、そういうんではないんだけど、なんかこう気持ちをどう切り替えていくのかとか、これどうなんだろうなとか、なんかね、とにかくなんかこう少しこうエネルギーが細ったっていうのはあったと思うんですよね。あとはこうなんかまたお金っていうテーマで話しちゃうとまたネガティブなこと満載になっちゃいそうだなっていうのもあったので、そのテーマをちょっと避けたいなっていうのもあって、そういうのもあってちょっとね週の中日に配信
しなかったのかなっていう気もしました。でもね、やっぱりこの1週間弱ぐらいで一番こう考えてたのは、お金、税金関係がすごくこう自分にとってはちょっと重いなっていうことと、あとそのお金と同時にこの先生きていけんのかなっていう不安とか、どうやって自分で自分をレスキューしようっていうね、そういうことを考えたりはしてたんですね。考えたりしてたっていうか、自然に考えちゃうっていう感じですね。真面目にこうじっと考えてたっていうよりね、こうなんかふとした瞬間、とりあえずこう我に返ると、その議題というかねそのまだ決着がついてないその議題について考えてしまうというかね、そんな感じでちょっともう払わなきゃなんないものはしょうがないから、それはそれでしょうがないから、一回現実をちょっと見た方が逆にすっきりするというかね、前に進めるかなと思って、これを全部こう払って、今ある自分の手持ちのお金、銀行の口座に入ってるお金とかをね、一回ちょっとねちゃんとチェックして、結構このお金残高チェックするっていうのはね、結構ねあんまやりたくないんですよ。ちょっとうわーっていう現実に突きつけられるから。でもちょっとねこうモヤモヤしてるとモヤモヤしたままなので、一回ねこうバチッとこう現実を見て、ああそうですか、わかりましたみたいなね感じになった方が、もうなんていうか、もうこうするしかねえなみたいなね、やるべきことともうどうしようもないことっていうののね、境界線がはっきりするので、ちょっと一回ねこうそうやって貯金額というかね、その残高をチェックして、で、これをこれくらい払ったらこうなってとかいうのを見たんですね。で大体予想通りというかね、あ、そうですよね、こうなっちゃいますよね、うわ厳しいな、私生きていけんのかなとかすごい思って、でその単純にこの税金が多くて、うわ辛い大変だうわっていうのとは別にっていうのかな、これが私がサラリーマンだった時、会社員だった時とかは単純にって言ったら変ですけど、こんだけ頑張って働いてこんだけ引かれちゃうのやばくない？税金って本当に税金払うために何ヶ月か働いてるみたいなもんだよねとか、そういうふうに思ってすごく嫌な気分になったとは思うんですね、今と同じように。でも今と違うのは、それでも生きていけんのかなとか食っていけんのかなっていう心配はなかったはず。貯金が全然たまんないなとか、あとたまには海外旅行ぐらい行きたいけど、そういうのももう行けないんじゃないとか、そういうのはあったと思うけど、私この先生きていけるんだろうか、貯金が尽きちゃうんじゃないか、食べるものっていうか家賃払えなくなっちゃうんじゃないかとかね、そういう生きていけんのっていうような心配は出なかったと思うんですよ。さすがにね、家賃払ってご飯食えるっていう最低限のところは会社員で生きてる限りは、それはさすがに心配する必要はないと。ただ理不尽に私がこんだけ頑張って稼いだ分こんだけ取っちゃうんですかっていうね、しかもそのね、いろいろこの税金ってどこからどうしてこういう金額になったのっていうので納得いかない部分みたいのもあるから、そう思っちゃうわけで、そういう嫌な悶々とした気分になるっていうのはあったと思うんですね。ただ今の生活だと本当に生きていけんのかなみたいな、そういうなんか一段階ちょっと重いというか、そもそも衣食住以外のこと全然お金使ってないし、服なんか全然買ってないし、買ってるとしたらこう下着とか靴下とかね、そういうちょっともう買わないとっていう消耗品しか買ってないしみたいな。そうそう、旅行なんて行くわけないし、なんだったらこう外食すらしてねえしみたいなね、そういう感じな生活なわけですね。だから
単純にちょっとこう恐れおののくというかね、お金がこう税金関係でドカーンと引かれたらちょっと怖いっていう感覚があるんですよね。私の人生やっていけなくなっちゃうかも、ついにゲームオーバー見えてくる、ついにっていうかね、一貫だって一旦完璧な無職生活を送って、本当は毎日寝ながら寝ることしかしてない生活をしてた時は、やっぱりそれ一時期こうやばくなったんですよね。やばい、そろそろエンドが見えてくるかもって思った頃に人生お休みしてて、数年が経ってたから、少しずつ自分でこうちょっとずつやるっていうのを少しずつやり始めて、ちょっとずつ社会復帰というかね、収入を0円生活を続けた後の収入をして、やっとこう貯金がこう減っていくのがストップできてっていうところまで立ち直ってたわけですよね。それで去年は、ビギナーズラックみたいなスタートラックわかんないけど去年から個人事業主になって結構こう気合い入れて365日結構頑張り通したんですけれども、それでなんていうのかな、普通の人並みの派遣社員さんくらいの収入が得られて、それでちょっと貯金も少しプラスになったんですよね。一回こうギリギリになったところから若干持ち直したみたいな。でも今年になって全然こうやっぱりこうやってることが稼げなくなっちゃって、こうどうにかしなきゃと、あと新しい稼ぎ方もどんどん開拓していかなきゃっていうふうに思ってたところで、悶々としてたところでこの税金でまたエンドが見えちゃったなみたいな私のゲームオーバー的なエンドがまた見えてきたなって思って、ちょっとまたねガクーンとなったっていうのはあるんですけども、前置き長くなっちゃったけど、結局何が言いたかったんだっけ。そうで、現実を一回見て、数字をしっかり見てでそれでこれはもうでも今すぐどうにかなっちゃうわけじゃないから、そこは一旦落ち着こうと思って、でその数字を見た結果、私が思ったのは、これはもう、逆に博打とか勝負博打ではないけど、なんていうかこうね、前回言いましたけども、とりあえず前回ドーンときたのは国民健康保険料ですね。国民健康保険料がドーンときて、それで結構ショックを受けたんですけども、その数日前に住民税の支払いも来てて、住民税もそこそこっていうかだいぶだな、私にとっては大きいからドーンときて、うわーと思って、国保と住民税でこんだけ来ちゃったって思った時、国民年金保険も入れたら、この三つどもえっていうかね社会保険料三つどもえ、あれ住民税も社会保険料に入るのか分かんないけど、この誰でも払うサラリーマンはちょっと国民年金とか国民健康保険じゃないけど、とにかくこの3つだけで75万円っていう金額が出た時に、こうなんていうか、もう脱力感、ショックというより脱力感が出たわけですよ。国民健康保険と国民年金と住民税の3つだけで75万円。もちろんそれ以外にね、所得に対しての所得税とかね払ってたりとかするわけで、それ以外なんかあったかな、ちょっとすぐは思い出せないんですけど、だからそれだけこの3つで75万円っていうのが重くてうわって思ったんですけども、今回ちょっと自分の銀行の貯金の残高とか見て、その現実をしっかり自分の目で確認したところ、しゃあねえなっていう気分にもなったっていうのはあるんですよね。でこのしゃあねえなと思いつつ、とにかく今すぐどうにかなっちゃうわけじゃないので、一回落ち着いて、で落ち着いた上でさあどうするって思った時に、逆にも
これでこの3つで75万円っていう大金をバーンって持っていかれるんだったら、私がねこう最近こう1万1000円ほどのねちょっと仕事上でこれをちょっとやってみようかなっていう使うデバイス的なものを買うのをすっごいためらってて、何せ1万円とか大金だから、それをこれ全然買ってもやってみたらこれ全然違うわと思って全然こう無駄にしちゃうかもっていうのがあって、3、4ヶ月もっとかな、4、5ヶ月ぐらい買ってみようかなみたいな、でもなみたいなちょっと迷ってて、そう買ってなかったりしたのがあったんですよ。この1万1000円くらいのねものを。それとあとちょっと前に私フライパンでフッ素樹脂加工とかがもう嫌だから金属的なフライパン欲しいってことでステンレスのフライパン買ったんですね。でそれ使い始めたら結構自分に合っててすごい良くて、そのうち鉄のフライパン欲しくなっちゃったんですよ。でクーベルのこの前買ったのはクーベルのねステンレスフライパンで1万6000何百円とか、だいたい1万7000円くらいのやつだったんですね。でちょっと鉄のフライパンもそこそこそれくらいはすると思うんですけども、でもなまた1万5,000円とか1万7,000円とか出すのもななんて思って、こうちょっと買いたいけどさみたいなちょっと伸び伸びになってたんですよね。でもなんかその1万5,000円とかね、そんな2万円もしないようなものをね、しかもこのフライパンとかねフッ素樹脂加工の今1個使ってるんですけど、ちょっと健康的にちょっと不安だなっていうのがずっとあって、あと使い勝手考えたらステンレスも良かったから鉄も使ってみたいっていうのもあって、あともともと私結構鉄のフライパン好きっていうのもあるんですよ。だからそんなにこう買う理由がしっかり揃ってる、健康面でもいいし、鉄のフライパンもともと好きだし、使った感じとか焼ける感じも好きだし、しかもすごくこう長持ちするんですよね。その鉄のフライパンって買ったら一生ものとかね、10年20年は普通に絶対使えると思うので、それで1万5,000円って逆にコスパいいよねっていうくらいなんですけども、だからそれだけ買った方がいい条件が揃ってて、でも二の足踏んでたと。やっぱり1万5,000円、今の私収入が全然なくてなかなかこう稼げなくて貯金をちょっとずつ減らしている状態なのにっていうのもあったんですけど、今回その三つどもえで75万円っていうのがドーンと見た時にちょっとバカバカしくなったんですよね。なんかこうもうこの憲法と国民年金と住民税でドーンと75万円もうスッと持っていかれるのに、私はこの毎日使うようなフライパンとかのね健康にもいいし1万5,000円を買うのをちょっとこう二の足踏んでるし、あとその仕事でちょっともしかしてこっち関係の使ってこういうのをやってみたらどうだろうっていうそのアイディアが出たけれども、それがねそのデバイスが1万1000円くらいするから、でも無駄になっちゃうかもな、使ってみたら全然これ違うわって思って無駄になっちゃうかもなと思って 4,5 ヶ月二の足踏んでたとかね、そういうのとかもなんかバカバカしくなって、たとえこう1万1000円買ってみて全然違うわと思ってそれが無駄になったとしても、それは単純にねこのトライ代というかね、やってみてダメでしたみたいな、だったら分かりましたみたいな、それがダメだって分かったからこそこう違う、これはないなっていうのが分かったから違うところにねこの射程範囲を向けられるというかね、そういう確認としてでも1万1000円の価値はあるし、もしかしたらそれをやってみたらこれはいけるかもっていう感じで自分がまた収入を得る一つのね大きい何かになるかもしれないのに、とにかく目先の1万1000円で二の足踏んでたとかってめっちゃバカバカしいなと思って、なんかもうそれら買おうって思ったんですよなんかもうどうせ75万円とか
普通にスッてなくなるのに、このフライパンの1万5,000円とか1万7,000円とかね、それくらいで二の足踏んでたりとか、しかも絶対これ健康にもいいし、料理の幅も広がるし、長持ちもするし、内容的には価値格なんですよね。確実の価値格ね。これも二の足踏んでて単純にお金がないってだけで、あとはこの仕事で使ってみよう的なデバイスも、もしかしたらこれを使うことによってすごく可能性があるのに、もしかしたら無駄になっちゃうかもしれないっていう、そのあれで二の足踏んでるっていうのもね、1万1,000とかでね、ほんとマジでバカバカしいって思ったんですよね。で、もうそういう結論に達して、ゆうべちょっとね、これ何を買うかっていうのをネットで検索してもう決めました。ちょっとね、昨日夕べ遅くなっちゃったんで、そのままポチりはしなかったんですけど、あとなんかこういろいろ選ぶのに疲れちゃって、ちょっと一晩寝かしてからポチるのはポチろうと思って、夕べね、このフライパンは何を買おうっていうのと、あとはその仕事で使うデバイスのね、種類もこれにしようっていうのをね、いろいろ見て決めたので、もうちょっと近日中にはね、その鉄のフライパンとその仕事でちょっと使ってみよう的なデバイスは買おうと思いますね。あともう一つね、ちょっと身近なことなんですけど、コーヒー豆ですね。私コーヒーをこうやって定期的にっていうか飲んでますけれども、日常的にね、やっぱりね、コーヒー豆もやっぱりなるべくこうお金をかけないようにっていうのをすごくこう気にしてたんですよ。で、もう自分が買ってる中でこう一番このコスパがいいというかね、豆のクオリティもいいけど、それに対して値段もすごく抑えられててコスパがいいなって思うところをもうずっとそこしか買ってなかったんですね。でその配送料とかもね、そこかからないので、すごくこう助かるっていう感じでずっと同じところで買ってたんですけども、でも本当は私いろんなとこからコーヒー豆買いたかったんですよね。でもこうなんだろう、そこすごいコスパのいいとこだから、他のとこだともうちょっと豆自体の値段が上がっちゃうし、あとちょっと配送料がね、やっぱりこういろんなところの欲しいから、配送料がそうだな、安くて500円、結構800円くらいのところが多いかな。だからこう配送料でだいたい1,000円弱ぐらいかかっちゃったりとかするんですよね。だからこう豆自体の値段でちょっと高い、あと配送料で何百円とかね、1,000円、場所によっては1,000円近くとかかかっちゃったりするっていうのもあって、本当はもっとこういう豆のコーヒー豆取り寄せたいのに、いつも一番コスパのいいところで買ってたんですよね。だからね、それもちょっとねバカバカしいなと思ったんですよね。なんだろう、多分こう私毎日コーヒー飲んでるわけじゃなくて、週に3回から5回ぐらいなんですよね。で、だから1ヶ月に3,000円くらいかな、かかってるの。3,000円してないかもしれない。飲む頻度によるんですけども、だからこれをね、たとえ配送料がかかったり、ちょっと豆自体の金額がもうちょっと高いところで買ったとてですよ、月に数百円しか変わんないと思うんですね。月換算したら。だったら自分が飲みたいなって、これ飲んでみたいなって思うところから若干高くても買おうと思いましたね。なんかその税金関係で3つだけで75万っていうのを見て、逆にこの日々の生活でちまちま節約ってわけじゃないんですけども、なんか使っちゃいけないような気がしてて、本当に最低の最低ラインで使ってた部分をちょっとね考え直そうと思いました、逆に。で
コーヒー豆とかはねに関してはあのやっぱりねその考えを改めたらやっぱり私本当はこれ飲みたいんだよなっていうのが結構ムクムクと出てきたんですよね。で、例えば例として私が今までコスパがいいと思って使ってたカフェというかロースターさんはすごく本当に良心的な値段ですごく内容もいいものを作ってくださってるんですけども、ただ私結構ねケニアの豆が好きなんですよ。国だけでこれとかね品種だけでこれが好きっていうのはちょっと豆の焙煎度とか豆の品種とか同じ国の中でも標高とかいろいろあるかな、テロワール的なね全然ケニアがってどの国がっていうのはなかなかないとは思うんですけど、でもやっぱりちょっとね好み的に私結構ケニアが本当に好きなんですよね。でも私が今までずっと使ってたそのカフェ兼ロースターさんの豆はケニアがないんですよ、一個も。だからずっと取り扱ってる豆の仕入れの生豆のところで、そこはケニアをたまたまずっと取り扱ってないんだと思うんですね。だから私は本当は国の中で言うと結構ケニアが好きなのにずっとケニアを飲んでなかったんですよ。これ分かりやすい例だからケニアで今言ってるんですけど、だからちょっとそれおかしくねと思ってで私昨日の昼にちょっと自分がちょっとここの豆飲みたいなと思ってるコーヒー豆屋ロースターさんカフェ兼ロースターさんのところのネットでポチりましたね。ちゃんとケニアもねケニアとあとそこの豆初めて買うからそこのなんていうのハウスブレンドというかね、そこのロースターさんが作ってるブレンド、やっぱり初めてそこのお店を買うときは一回そこのなんていうんだろうオリジナルブレンドっていうのをとりあえず一回試してみてっていうのはしたいので、ちょっとなんていうかそのブレンドこういうのを出してるっていうので、そのお店さんがどういう感じでコーヒー豆とか味の方向性とかそういうのを作っていきたいのかっていうのがなんか感じれるかなみたいな思って、とりあえずそこのブレンドとオリジナルブレンドとあとケニアとあとはケニアが若干深入りだったので焙煎度がねちょっと中入りぐらいのも欲しいなと思って、中入りのねコロンビアを買いましたね。違うわ、コロンビアじゃないや、コスタリカにしたんだ結局。コスタリカのちょっとハニー的なやつが1個欲しいなと思ってコスタリカにしましたね。ハニーっていうのはハニープロセスって言ってコスタリカがすごく有名なんですけど、ハニープロセスで言うと簡単に言うとコーヒー豆の外の果肉を脱穀せずに脱穀せずにじゃないや脱穀するんだけどミューシレージっていうちょっと果肉がちょっと残った状態で干したりとかするので、ちょっと果肉のフレーバーとかその発酵っぽいそのフレーバーがちょっとつくよっていうやつですね。いいやそういうちょっと自分で自分が飲みたいなっていう選択肢でしっかり選んだって感じですね。このコスパがいいいつも使ってるそこの、カフェ屋さんで買うんじゃなくてっていう感じで選んだんですけども、でそのコスパのパフォーマンスっていう面で考えたら確かに金額的には少し高くはなるんですけども、多分ねこのコーヒー飲むっていう行動とかって日常じゃないですか。日常のルーチンじゃないですか。で多分そういうところでちょっと飲んだことのない味を飲んでみたりとか、これ私好きかもとかそういう発見があったりとか、そういうどちらかというと快の感情ですよね。快っていうのは心よいの快っていう字ですね。そういうのが日常にちょっとずつ散らばると、やっぱりそれってね少しエネルギーになるんですよね。そうすると自分がなんていうか
すごくこうなんかちょっとずつやる気につながったり、何か全然関係ないことのね、少しこう前向きな気持ちになれたりとか、そういう風にね、こうなんかこういいエネルギーの循環が起こることって結構あると思うので、そういう意味で単純にお金の金額っていう数字だけで考えずに、そういう部分で考えるとちょっと逆に使った方がいいなというか、そういう意味ではこの仕事の新しいことにトライする上でのデバイス1万1000円とかね、あとはコーヒー豆、自分が本当に飲みたいなって思うものとか、あとはいろんなものを試してみたいっていう、そういう欲求をそのまま少し多めにお金を出して叶えるとかね、そういうことって、博打というかね、投資というかねに、勝負に出てるような感じですよね。それによってもしかして私はすごいこうなんかやる気が出たり、新しいアイデアがパッと出たりとかして、それが収入につながるかもしれないじゃないですか。言うなれば、これまでちょっとやってきたことは最近もうだんだん収入も落ちてきて、でずっとやってることをそのままこう続けている。ただどんどん収入は落ちてきている。新しいことしなきゃ、もっと新しい何か活路を見出さなきゃとやってるけど、うまくこうそれができないとか、なんかこう違うと思って一歩踏み出せないとかね、そういううじゃうじゃしてたところって、ちょっとこう今言おうとしてたことがちょっと頭から飛んじゃったんですけどなんかこうちょっと先細りというかね、こうちょっとこうなんていうか、本当こう単語が出てこなくなるんですよ。そうそう、なんかとにかくそれはこう負けの列車に乗っているような気がするんですよね。こう先細っていって、だからある程度少しお金を払ったりとか、こう自分の日常でちょっとこうそういう良い刺激になるものを入れたりとかして、先が不安ではあるけども、ある程度今の今日を少し良くするような投資をしていった方が、積極的にこうどうにか自分で自分をレスキューするっていう方面に行けるんじゃないかなっていう風な気がしたっていうことですね。こうなんかそうすることによって、こう新しいデバイス使ってみて、こういうものだったんだ、これでもこれ仕事にはなんねえなと思ったかもしれないけど、これってこういうものなんだって知ったりとか体験したことによって別の気づきが起きたりとかするかもしれないし、あとはエジソン方式で言うと、こうなんかこうこれいろいろと試してみて、これは電球のあれとは違うわとか、だから何回も失敗したけどエジソンはそれは失敗ではなくて、それは違うっていうことが知れたっていう、一個一個は成功だみたいな、そういうちょっと話あるじゃないですか。だから頑張れってわけじゃないんですけど、それはね、なんか結構もともと私も結構そういう感覚持ってるかもっていうのがあって、なんかこれやってみたら全然ダメだったとか、これ食ってみたら全然まずかったとか思うのって結構私嫌な気がしないんですよね。なんか食べ物とかでもまずーとか思って、この面白い創作料理食ってみたらまずかったわみたいな思ったらちょっと嬉しいみたいなまずかったということが知れたっていうことが嬉しいみたいな、その精神でというかね、そのまま。でも今回の仕事のデバイスに関しては1万1000円っていうのがネックになって、それができなかったわけだけど、どっちにしろそういう風に二の足踏んでるうちに徐々にお金が自利品になって、エンドが見えてきちゃってゲームオーバーになっちゃうんだったら、ある程度もうちょっと勝負に出るというかねした方がいいんじゃないかなっていう風に思って、ちょっと金使ってやろうかなって思いました。金使ってやろうかなっていうか、今言ったくらいのこと
で無駄遣いとかそういうのは全然もちろんしないんですけども、ちょっと二の足踏んでるところはある程度自分にとっての投資になるっていうのは、ちょっとそれが結局ダメだったとしても、ある程度ちょっと金使うぐらいの勢いがなきゃダメだなって思いましたね。なのでちょっと全然失敗に終わるかもしれないけども、ゲームオーバーになるまではある程度ちょっと積極的に、ゲームオーバーって言ってもね、本当にギリギリのギリギリになる前にはちょっと方向を転換するかもしれないですけども、ちょっと今時点ではこのままだとどっちにしろマジで自利品なので、自利品を待つくらいだったら逆に今なんかしなきゃなって思いましたね。自分で自分をレスキューしてないじゃん自分って思ったので、なんとなく今やってることをただひたすら脳死で頑張っていればうまくいくとかね、こう頑張れば必ずいつかうまくいくみたいなね、そういう甘いこと言ってる場合じゃねえんだよみたいなねそういうふうに思ったりはしましたね。もちろんね、私もこのメンタル的に一度死んだ人間ですからその辺のね、こううまくこの塩梅というかはね、きちんとやっていく必要もあるなっていうふうに思ったりしましたね。でも私はやっぱり長生きしたいと思ってるタイプなので、ゲームオーバーにならないようにで、やっぱりこうどうしても自分で自分をレスキューしたいってすごく思うので、もちろんね、これはなんだろうな、ちょっと助けてもらえる人がいるんだったら助けてもらった方がいいと思います。これは自分で何でもやんなきゃダメですよって言ってるわけじゃなくて、人にちょっと助けてもらうとか手伝ってもらうとか、ちょっとこう相談するとかね、それは生きていく上で喧嘩が強いのと同じで、人に頼るスキルというかね、生命力なわけですよ。こう、動物として人より強いっていう、喧嘩が強いとかね、肉体的にね、そういうのも生命力だけれども、人に助けを求められるとか、お願いができるとか、相談ができるっていうのも、喧嘩が強いのと同じように生命力の一つなので、それはね、もちろんこう周りの人にこう相談したり、時にはちょっと助けてもらったりっていうのはすごく大事なことだと思います。何かなんだろうな、今日何が言いたかったのかというと、もともと何が言いたいっていうのはなかったですけど、とにかく鉄のフライパンを買うぞっていうやつと、こう1万1000円ほどする仕事でちょっとやってみたいことのデバイスをもう買うぞっていう、それですね。あとコーヒー豆は昨日注文したので、多分明日くらいにね、わかんないけど届くかなと思って、少しそこはね楽しみだったりしますね。そんな感じですね。そう、あと前回ね、この国民健康保険でなんちゃらっていうね、サムネで動画アップしたんですけどね、ちょっと予想はしてたんですけどね、いつもよりも多分拡散されてたりとか、コメントが多かったりとかで、再生回数がいつもよりちょっと回ってるんですよね。だいたいね、こう私もこう YouTube をねこうやってると思うのはね、お金関係とかだとね、やっぱり全体的に再生回数って伸びるんですよね。だから私が去年までは毎月の生活費の動画を出してたんですよ。でやっぱり生活費、お金関係の動画がこう月1あると、結構そこで一回再生回数が伸びたりとかしたりするんですよね。だからある意味ね、そこがこう拡散されるあれになってたので、生活費の動画をやめると多分再生回数って全体的に減るだろうなってなんとなく思ってたんですけど、その予想の通りすごく再生回数今年に入ってからね、昔
に比べてちょっとやっぱ生活費がない分は若干落ち着いたなーなんて思ってるんですけども、今回ねちょっとお金に関するサムネを出したら、あとはね国民健康保険とかね、ちょうど今支払いの時期が来るっていう、そのリアルタイムのというか旬な話題でもあったっていうのもあったのかもなっていうふうに思ったりして、お金関係は再生回数がやっぱ上がるんだななんて思ったりとかしましたね。ただバズるってほどじゃなくて、ちょっと上がったくらいなんですけどね。それが私のチャンネルのある意味安定してるとこというかね、いいところかなっていうふうに思いますね。そうそう。で、コメントとかでもね、何かな、最近私と同じようにじゃないな、移住とかして、なんか自分でそういう古民家じゃないけどそういうので住んでちょっと農業もやってっていうコメントを見た時にめっちゃ羨ましいなと思ったんですよ。もちろんね詳しいことを知らないからすごい適当にね羨ましいなとか軽々しく言うのも失礼かもしれないんですけども、でも私もねいずれ少し農業とか、農業じゃなくてもいいって言ってもやっぱ農業かな、家庭菜園とかでもいいんですけども、自分の食料の数%とかを自分で自給自足したりとか、あとは自分がやってることで少しエクスチェンジじゃないけどちょっとお金を返さずに交換する人とね、なんか物事だったり物だったり、なんかお手伝いとかね、この労働力でもいいし、あとはなんかスキルがあったらそれを教えるとかね、そういうのでもいいし、お裾分けとかでも何でもいいんですけども、犬の散歩してあげるとかね、その代わりこれをやってもらうとかね、何でもいいんですけども、そういう風にちょっと一部自分の生活の中の何%かお金を返さずにできる生活ができるといいなと。それだとね自分一人では生きていけないので、ある程度小さなコミュニティが必要になってくるので、なんかそういうのがねちょっとずつできたらいいなとは思うんですよね。近くに住んでなくても遠隔でできる何かもあるとは思うんですけども、ただねもともとやっぱ食べ物の部分を全部お金に握られちゃうっていうのは不安でもあるので、やっぱりある程度自分で食料をなんか自給できる何か方法があるといいなっていうふうには思いますね。だからねもう本当に国民総農業っていうか家庭菜園レベルなんですけどにした方がね絶対にいいと思うんですよね。ちょっと手が余った人はちょっとプチトマトでも育ててろみたいなね。なんかそんなことをね思ったりとかしますね。あとはそうだな、この狩猟して取った獣とかの加工する加工することをしてくれる人とかもね暇な人がいたらそういうのがあるといいなっていうのは思ったりとかはしますね。なんだろう、ごめんなさい、ちょっと言葉がうまく出てこないんですけど、もう本当に会話がないからね本当にボキャブラリーがやばいんですよね。ちょっと長くなっちゃったからこの辺にしますね。ということで、それではまた。